皆さんごきげんよう。はじめまして。私は佐々木静香という名前の日本人の仏教学者であります。佐々木が名字で、静香というのが私の固有名称なんですが、私は日本の京都という古い町にあります花園大学という大学で教授を務めております。花園大学というのは世界でも珍しい禅のための大学、禅を教える大学なんですね。で、そこで私自身は、古い時代の古代インドの仏教を研究し教えております。で、このような時代、新しい時代になって、インターネットで、広く世界中の人たちに、こうやってお話を伝えることができる時代になりましたので、せっかくこういう時代に生まれたものですから、そのインターネットを使って、仏教という宗教の、本質的な意味、存在意義、そして、いろんな面白い点を皆さんにご紹介したいと思ってこの動画を始めました。思想、歴史、文化、そういったあらゆる面から仏教を広く皆さんにお伝えするのが目的であります。長い時間がかかると思います。10回や20回で終わるシリーズではない。100回、200回と続けて皆さんに、少しずつ仏教という宗教の面白さを理解していただけたらと思います。で、特に古代インドの古い仏教、もっと端的に言いますと、釈迦牟尼という仏教を作った創始者ですね。その人たち、その釈迦という人物の時代の仏教、もっと言うとオリジナルの仏教ですね。それは今現在世界中で広がっているさまざまな仏教とはまた違った非常になんていうか合理的な精神で出来上がっている、得意な非常に変わった、宗教世界ですので、それをぜひともご紹介したいと思っております。宗教というと大抵は、外部に絶対的な神のような存在を設定し、それを信仰する。その神の言葉を守って生きていくというのが、多くの宗教の基本なんですが、釈迦牟尼が作った仏教という宗教の本質は違うんですね。外部に外側に私たちを、指導していく、私たちを導いていく存在はないと。さあ、その中で私たちは自分自身の生きる道をどうやって見つけていけばよいのかという、一般的な宗教とは全然違うところから出発をする宗教なんですね。ですから、多分これをお聞きになっている方の中で、一神教、神を信じる宗教の信者の方たちは、びっくりなさるんじゃないか。あるいは、とんでもない宗教だと言ってね、怒っちゃうかもしれませんね。でも、世の中にはそういう宗教もあって、そしてそれが今まで2500年にわたって多くの人たちを救ってきたということも事実です。どうやって外に神のいない宗教が人を救うことができるのかという、もしそういう点に興味がある、あるいは疑問に思う方がおられましたら、ぜひこのシリーズを続けてご覧になっていただきたいと思います。このシリーズでは私これ日本語で喋っておりますが、英語の字幕を、つけるつもりでおりますので、もし大抵の方はね日本語わからないという方が多いと思うんですが、字幕を見ていただきましたら私が何を喋ってるのかわかりますので、それを理解していただいてそれを読んでいただいて、仏教という宗教の非常に変わった面白い、
点を理解していっていただければありがたいと思います。では、これから長いお付き合いになるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。今日は最初のご挨拶です。これでご無礼します。ごきげんよう。